2020年6月1日から15日までの水亀座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。6月1日から15日までの水亀座さんのリーディングを行います。まずこちらに女神ペレ様のインテンションというカードと、そしてタワーが出てるんですけれども、この組み合わせを見ると、去年の9月から12月ぐらいまでの水亀座さんを思い起こさせるんですね。ちょうどその頃は、自分の内側に閉じこもってばかりいないで、あなたの個性を、あなたの才能を世の中に出して、そして役立てていきなさいっていうふうにずっと言われ続けていたんですね。そうしないと怒るよってずっと言われていたんですけれども、何かその頃のことを思い出させるような出来事が起きてくるっていうふうにも言われてると思うんですね。というのも、この時期は天体が逆行している時期ですので、そういったことがとても起きやすくて、しかもこちらにカップの6も出てますので、そういうもうすでに去年のことっていうのは、もう今年に入ってからいろんなことが起こりすぎて、もう去年のその9月とか12月ぐらいのことっていうのは、この思い出になっているような方もいらっしゃると思うんですけれども、そういったことから何かとても大きな学びを得られるっていうふうにも言われていると思います。そして今回それと合わせてこのワンドのエースも出てるんですね。ですので何か創作活動をしている方、この時期とても良いと思います。この自分の今までの作風を一回壊して新しく始め直すとか、なんかそういう大きな方向転換をする方、しかもとても良い方向転換をする方いらっしゃると思います。そしてこのタワーがこの6月の時期ですので、ちょっと嫌なお知らせにはなるんですけれども、例えば今会社にお勤めの方いらっしゃいましたら、この四半期の決算の時期が近づいてきますよね。それで会社からちょっと嫌なニュースが入ってくるっていう方がいらっしゃるんじゃないかなと思います。最悪はその会社がなくなるとか、あとはこのお給料が下がっていくとか、あとボーナスの話題もこの頃ちょうど出てくると思いますので、そういうことがあっても、何かもうあなたは準備ができているっていう風に言われてると思うんですね。このあなたの個性を生かして、もう何かを始める準備ができている。もしかしたら、この会社を辞めようと思っていたとか、その会社と別に副業で始めていたっていうような方もいらっしゃると思うんですけれども、その準備間違っていないっていうふうに言われていますので、ぜひ何か始めたいと思っていらっしゃった方、始めていただきたいなと思います。この絵でもわかると思うんですけれども、このエネルギーつながってるんですね。
このあなたの内側から出てくる情熱だったり、あなたの才能、あなたの個性っていうものが、このあなたの道を切り開いていく。このワンドのエースの言葉なんですけれども、ゲーテの言葉が書かれておりまして、直訳いたしますと、何であれ、できることを今すぐ始めなさい。向こう水は天才であり、力であり、魔法です。という言葉です。ですので、ここで何か始めたいと思っていて、それでちょっと迷っていたような人とかでも、こういうタワーのような、例えば仕事を失うっていうような出来事をきっかけにして、この向こう水に始められるっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。でもそれは、必然の出来事っていうふうに言われていると思います。そして、このタワーがそういうふうに良い方向に働いていく人もいるんですけれども、やっぱり悪い方向に働いていく人っていうのもいると思うんですね。例えば、この自分の中に抱えているこのマグマのようなものっていうものが怒りだった場合、その怒りがこの爆発していくんですね。この怒りが爆発すると、まずは自分の体っていうものを痛めつける。ですので、このご自身の中にある怒りというか、このストレスって呼ばれているものを自分の中に溜め込んでいないかどうか、こういう爆発してしまうような状態になっていると、そのご自身の心と体を痛めつけているっていうことがありますので、ぜひそうなる前に発散していただきたいなと思います。そしてこちらにお月様のカードが出ておりまして、ワクシングムーン、満ちていく月のカードです。このエネルギーが高まっていますというメッセージと、このラベンダー色のスピリチュアリティの高い色のエネルギーが出ているカードなんですけれども、ちょうどこの時期、6月6日に満月があるんですね。しかも月食なんですね。ということは、本当にこの時期、エネルギーがすごく高まっている、普通の満月の時よりも高まっている時期なんですね。ですので、水亀座さんですと、そういうエネルギーの影響を受けやすい方っていうのが多くいらっしゃると思うので、その影響を受けすぎるっていう意味でこのタワーが出てるのかなっていうふうにも思いますので、そのエネルギーの影響を受けすぎるっていうのは過充電になってしまうんですね。ご経験ある方いらっしゃると思うんですけれども、この満月が近づくにつれて頭が痛くなってくるとか、それで今回の月食っていうのは本当にすごくエネルギーが強いので、なんかやばいなって思う以前に、自分のエネルギーを放電するっていうことをされてみてください。そして、この放電するっていうのは、先ほどのストレスを発散するのと同じ方法にもなってくるんですけれども、こちらにフレンドシップというカードと、そしてサンダルフォン様の音を楽しむというカードが出ております。それで、今回この発散する、放電するっていう方法としてお勧めされているのが、この音を出すことで発散しましょう、放電しましょうっていうふうに言われていると思います。クリエイターの方もいらっしゃるのかなっていう感じがするので、もし音楽を作っていらっしゃる方いましたら、この時とてもいいタイミングなんですね。このエネルギーがもう充電していて放電しなきゃいけないぐらいのエネルギー量になっている。なので、この時期はぜひたくさん創作してください。そして、その音楽を作るのは好きじゃないけど、歌うのは好きっていう方は、ぜひ声に出して歌ってください。これは演奏するよりも、自分を器として、そして音で出すっていうのが今回方法としておすすめですので、ぜひ自分の声で歌うっていうことで発散する、放電するっていうことをしてみてください。そして、歌があんまり好きじゃないっていう方は、これですね。お友達とお話しするっていうことをお勧めされています。そのお友達とお話しするっていうのも、メールとか LINE とかテキストとかではなくって、声で、音でやり取りするっていうのが今回おすすめです。このあなたの声を通してエネルギーを交換するっていうイメージですね。
ですので、その時に変な愚痴とか悪口とか、そういうことは絶対言わないでください。そうすると悪いエネルギーがあなたの中から出てきて、あなたから発散されて、その人に伝わってしまう。それはここでは求められていることではないので、ぜひそれはやめてください。ポジティブなことを話すということで、エネルギーの交換をされてください。こちらにカップの毒が出てますので、そのお友達というのは、しばらくやり取りをしていなかったような幼馴染とか、学生時代の友達とか、そういった方とまたつながるっていうのも、今回いいのかなっていうふうに思いますね。そして、そういう歌を歌うのも好きじゃないし、友達と話すとどうしても愚痴を言ってしまうからっていうような人がいらっしゃいましたら、本を朗読してみてください。そうすると、このご自身の中のエネルギーが、その言葉に乗って外に出ていくんですね。それで発散されていく。結構話すと疲れるんですね。そういう意味でも発散されていくので、ぜひされてみてください。特に感情を込めなくてもいいですし、込めてもいいですし、どちらでもいいので、はい、ぜひお試しください。そしてやっぱりこのタワーが気になるんですけれども、この時期は外出しても大丈夫な国や地域の方がいらっしゃると思うんですけれども、この時期もなるべく外出は控えていただいた方がいいかなと思います。それは感染を防ぐためというよりは、何か巻き込まれてしまうような可能性の方が高いかなっていう感じがするので、というのも、すごく目立つと思うんですよ。そういう目立つ人って、そういう事件とかに巻き込まれやすいので、なるべくお家にいた方がいいと思いますので、ですので、お仕事とかでどうしても外出しなきゃいけないっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、そういった場合もなるべく人混みは避けていただきたいなと思います。何かすごくドラマチックでドラスティックっていう感じなんですけれども、このゲーテの言葉にあるように、向こう水は天才であり、力であり、魔法なんですね。何かこの魔法がかかっているような時期っていうふうにも言えるかなと思いますので、ですので、この時、今できることっていうのを今すぐ始めていただきたいなと思いました。それでは6月1日から15日までの水亀座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。